こんにちは、アンナスです。今日は花びらを刺繍する時のコツを説明します。花びらってだいたい1色で4枚とか5枚とか刺繍するんですけど、その時に結構横とつながったりしてしまうことがあるんですね。で、意外と私も本には書いてないんですけど、なんか細かすぎてそこまで書く必要もないんだけど、結構知ってるとうまくいくなっていう話なので、ちょっとその話を説明したいと思います。ではどうぞ。はい、お花の刺繍の説明をしようと思います。だいたいお花っていうのは花びらを一色でぐるっと一周全部同じ色で刺繍しなきゃいけないっていう場面がよく出てくると思うんですけど、図案にもよりますが、こんな感じで隣ともう花びらがつながってて一体化されていて、なんかそばぼうろみたいなこういう一つの塊みたいな感じの図案に関してはドーナツの刺繍と同じですね。放射状に刺していって、詳しい刺し方はドーナツの刺繍の方を見ていただくといいんですが、そんな感じで放射状に刺して一つの塊っていう感じで刺繍していきます。で、花びらを1枚ずつ独立させたいっていう場合はどうするかっていうと、放射状に刺しちゃダメなんですね。でもこれもうっかり放射状に刺しちゃうと、こういう感じでちょっと隣とつながったこんな仕上がりになりがちなんです。でもこれじゃなくて、ちゃんと花びらが1枚ずつ独立した状況のお花を作りたいっていう場合のコツを説明します。ちょっと絵でまず説明します。まず、今のだと花びらが4枚なのでこういう状況ですね。で、この4枚の花びらは放射状には刺さないで、これは一つの楕円形だと思って刺してください。真ん中1本入れて左右埋めて楕円形、はい、出来上がりです。じゃあ次、横の楕円形っていう感じで、お花とかっていう風にまず考えないで、もそれ一回頭から外してもらって、もうただの楕円形として刺していきます。特に花びらが5枚とかだと結構隣と接触しがちなので、特にこれを意識してやると花びらが独立して見えるんですけど、こんな感じで全部これは楕円形だと思って刺していきます。これは5枚ですね。これ前 YouTube でやった図案なんですけど、これも放射状に刺してしまうと、さっきのこういうそばぼうろみたいな感じでつながってしまうので、こういうわざとつなげた図案ではなくって、花びら1枚ずつを独立させて、これ忘れなぐさですね、独立させた図案にしたいなっていう時は、刺繍にしたいなっていう時は、こうやって楕円形を作るように心がけていきます。ちょっと実際に少しだけやってみます。もうちょっと玉止めで。こうですね。まず真ん中に1本入れて、で左右を埋めていきます。半分ずつ埋めていってもいいです。半分埋めてからもう半分埋めてもいいし、こうやって中心からこうバランスを見ながら両端を埋めていっても、そこは別に順番は問題がないので、好きな順番で刺していって、要は楕円形になれば OK です。なかなか楕円形にならないですね。もうちょっと刺していきます。これぐらいかな。ちょっと行き過ぎたかな。はい、こんな感じで、まず縦
で次が斜め。これも真ん中に1本入れておくと楽ですね。っていう感じでずっとやっていくとここがつながらないです。斜め斜め斜めの向きで、なんかちょっとここだけやってみましょうか。こんな感じです。わかりますか？ちゃんと斜めと縦になっているんで質感が変わって見えます。放射状にしないから、花びらが独立して見えます。なのでちょっとしたことなんですけど、縦と横斜めとかその楕円形を楕円形として埋める。花びらっていうのは一回置いといて、花びら一つを楕円形として考えて一つずつ作っていくと、こんな感じでちゃんと独立したお花に花びらに見えることができます。だから図案によるんですけど、こっちのアジサイの図案の方をやりたい方は今の話を参考にやってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。